皆さんこんにちは、木村です。この半年で約20年ぐらい吸ってたタバコを晴れてやめることができましてですね、タバコのですね、やめ方というナレッジを共有しようと思います。僕のタバコ体験というのを、歴史を、順に追いながらですね、どうやってやめてったかっていうフローチャートを簡単にご説明しますとですね、まず19歳、20歳ですね、20歳ぐらいの時に、吸い始めました。フィリップ・モリスの、マルボロですね、まず吸い始めましたね。ちょっと軽めのフィリップ・モリスのやつから始めて、やっぱりマルボロの赤になりまして、美味しいですね。はい。で、それから、それが1年、2年、マルボロのライト、5年ぐらいはマルボロを吸ってた気がしますね。で、日本にいる時にですね、途中からアメリカンスピリットを知り合いで吸ってる人がいまして、アメリカンスピリット、燃焼剤が入ってないから、無添加だからいいよっていうところで、そういう話を聞きまして、アメリカンスピリットに切り替えまして、スペイン行ってる間はアメスピ売ってなかったんで、プエブロっていう紙巻きタバコにもなってたりしたんですけど、それも無添加のやつだった。紙巻きタバコは自分で巻くので、非常に経済的でもありますしね、もういいですよね。スペインで自販機しかないときは、マルボロ捨てたんですけど、そんなフローチャートでおりました。で、ここ最近の直近のその辞める直前の1年2年がアイコスに切り替えたんですよ。なので、最初マルボロ燃焼剤入ってるし、バリバリ添加物も入ってるし、うまいし、みたいなところで、バリバリ依存しまくって、ニコチンに依存しまくって、タールに依存しまくってるってところだったのが、一応無添加に切り替えて、そっからまた一段階、タバコを本当に紙巻き好きな人から言えばアイコスってまずいじゃないですか。ちょっと喫煙体験のレベルを下げるみたいな感じで徐々にね、ちょっとずつやめるようなですね、実は20年かけて吸ってましたけど、途中からアメスピに変えたあたりから、だんだんやめる方をですね、模索してったりも、してたんですよね。一時期ね、2ヶ月くらい、禁煙してて、それが成功してた時もあったんですけど、いろいろあって、やっぱり、仕事だ、なんだっつんで、吸っちゃったりするじゃないですかね。はい。っていうところでですね、最後アイコスを吸って、で、その後やめたんで、ソフトランニングみたいなことができたっていうところですね。きっかけはいろいろあるんですけど、やっぱり金額的なところが理由としては大きいかなって思いますね。あと時間とね。はい。そう。で、僕が今回、やっぱりニコチン何かを我慢するってすごい大変なんですけど、超絶ですね。聞いた方法はですね、はい、深呼吸です。タバコを我慢してると吸いたいなって恒常的になります。朝起きたら吸いたいな。電車乗って降りて、オフィス着く前に喫煙所で一服したいなってなると思うんですけど、そういう時に深呼吸をするんですよね。目いっぱい吸って、タバコを吸ってたら、タバコの煙がいつもいって、なんて言うんですか。いつも吸ってないぐらいまで、もう満杯まで息を入れるっていうか。ギリギリまで入れるんですよね。いつもタバコの煙が入ってずっと下にタバコの煙永久に残ってんじゃねえかみたいで肺の一部しか使ってない浅い呼吸をしてるんですけど、そこ深い呼吸をギリギリまで吸いまくると。もう吸えないギリギリまで肺を満杯に空気をして吐くと。で、それをしばらくすると、タバコ吸いたいなっていうのがね、実は弱まるんですよね。それやった後に。で、これめっちゃ効いて、1日、例えば10回ぐらいタバコ吸いたいなっていうタイミングがあると思うんですけど、ガンを噛むでもなく、飴を舐めるでもなく、水を飲むでもなく、一切の工数かからずにできる方法が深呼吸なんですよ。しかも、満杯まで吸うってやつね。もう吸えないぐらい、いつも使っていない、肺のエリアを使う、もう広げるような気持ちで、ちょっともう、本当は咳き込んじゃうぐらい。タバコ吸わないでいても、喫煙者だったら、咳き込んじゃうようなぐらい、吸いまくると。それをやると、収まるんですよね。で、依存症っていうのはこれ、最初の3日がやっぱり一番きついんですよ。で、逆に言うと、最初一番頑張って、で、それがずっと続くかなと思うと、そのきつさがずっと続くのかなって思って、やっぱ無理だなみたいに、諦めちゃうと思うんですけど、実はだんだん軽くなるんですよね、禁断症状ってね。で、最初の3日がやっぱり激しめの、もう本当意志の力で、深呼吸してタバコを吸わないように努力をしないといけないっていう期間になります。で、この時ってやっぱりニコチンがないと目が覚めないようになってるんで、ずっとぼんやり、スイッチがオンになってないような状況になるんですけど、もうしょうがない。それができるタイミングっていうんですか、それができる人生とか仕事のタイミングを縫ってやめることをしないといけないんですけど、結構乗り切れる。深呼吸して、一番大変なのは最初の3日、それから5日目ぐらいになると、1週間ぐらいになると、あれって、前より強い欲求じゃなくなってるなっていうふうに気づくんですよ。で、それが1週間、2週間っていうふうになると、このままやめられるな、みたいにはなるんですけど、そっから1ヶ月くらいはずっとちょっとスイッチはオフ
タバコ吸った時にオンになるような、そういうのはないんですけど、ずーっと、ぼーっとしなきゃいけないんですけど。で、今回は深呼吸の方法でやめられたのが一番、普通にやめられた感じなんですけど、これスペインにいた時に、1回2ヶ月くらいタバコをやめてたことがあって、その時にやった方法っていうのもあって、今回はやんなかったんですけど、メリットを吸いたくなったなっていうタイミングでノートに書き出すってことですね、10個ぐらい。で、その時は、金額的な面もそうですし、タバコをやめることでですね、例えば歯茎が健康になるみたいな、口が臭くなくなるみたいなことを書いてたんですけど、それでも2ヶ月はやめられたかな。で、今の僕の個人的には、やっぱり1箱500円で七五三十五で3000円ぐらいだとして、それが丸々フィルム代に当てられるっていうのが結構でかいかなって思います。で、考え方としては、例えば飲み会なんかあったりして、とか喫煙所行きましょうよみたいになったりして、で、ちょこっと吸っちゃったりしても、OK っていう風に考えておいた方が、ストレスは少ない。ストレスが逆に吸いたく、もうやめなみたいになっちゃう、あれにもなると思うんで、ストレスはできるだけかけないっていうか、無理しないっていうか、自然にやめていくのが一番いいと思うんで。結構タバコを吸っててやめた人の話を聞くと、周りの人でも禁煙して、ちょこっとね、吸っちゃったりして、で、また買っちゃったりして、復活したんだけど、なんだかんだやめて、みたいな。やめたり吸ったりで、だんだんやめてけるよ、みたいな、そんな話も聞いたんで、無理せず、吸っても OK という心づもりですね。買っても OK。で、実際にそれ吸ってたらいつまで経ってもやめられないんですけど、例えば週7でタバコ買ってたのが週1になったでタバコ買うとしても、だいぶ節約なんで相当得なんだと思うんでね。カメラやってる人はフィルム代に当てられるんじゃないかなと思いますけど、ちょっとパッケージもね、似てますしね。というわけで、タバコのやめる方法ということで、僕の経験談の共有をさせていただきました。こちらのチャンネルでは、アートライフミュージックのテーマで動画をお送りしております。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。